こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。国風展を前にした今、いろいろな盆栽が業界の中で飛び交うように売買されています。その中でも盆栽の値段の動向というものは、その年その季節、人気もあり、一喜一憂の値動きというものがあります。愛好家の皆様には値段よりも木の素晴らしさをお伝えするわびチャンネルですが、時には流通市場の中の今の現状をお伝えしたいと思います。今日は雑木盆栽、それを中心にお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。去年今年にかけての雑木盆栽の価格の動向を振り返ると、梅、もみじ、この2種類を中心に価格が大きく上振れに動いている傾向が見えます。もともとバブル期の後、高騰を続けた梅が一時の半値から3分の1に下がったことも事実です。例えばこの木などは貴重盆栽登録をしている日本を代表する非売の一つです。旧松島コレクションと謳われる著名な愛好家が持ったこの木は、本来国風賞候補とまで言われるぐらいの古さと樹格を持っている木ですが、現在の価格で約380万。当時ですと我々プロでもこれでは買えないという値段でした。今ようやく戻ってこの値段というところになっていますが、これが梅の名木としての価格の一つの例です。もう一つの梅をご紹介します。しだれ梅。枝が振り下がりながら咲くこの梅、先ほどの非売と同じように老木ではありますが、やはり非売としだれ梅、これではやっぱり価格帯が違います。同じような木があったとしてだいたい倍の値段の差が出ます。このしだれ梅で100万はしません。やはり種類によって、その姿によって、枝作りの若さによっても大きさだけではなく木の価格は変わります。そういう意味ではお客様が木を選ぶ時の参考にしてくださるとありがたいです。それでは今雑木の盆栽で最も人気の高いもみじをご紹介しましょう。ここにある2点は日本の盆栽界を代表するもみじの2点です。左側の太い1本は今もう一度作りかけているところですが、過去森山和夫先生という大家がお持ちだった著名なもみじです。畑で作ったものではなく、鉢で仕上げてここまでに持ち込む。木付けを持たないで出来上がったこの木は、数十年前の森山先生の作品集には一度大きく小枝を広げた姿で飾られています。伸びすぎた枝を戻すために断腸の思いで枝さばきを施し追い込み、今まさにまたよみがえる姿へと変貌している途上の木です。片や右手の木は見事な株立ちの木。株立ちのもみじの日本でも代表的な木と言われます。主幹、周りに広がる梢、粘り、いろいろな点で傑作と言われるこの木、遠い昔大きな財界の事件の中に巻き込まれて、国の持ち物となってオークションにかけられた時に1000万近い値段で売買された記録を持つ木です。現在の価格といえば、こちらの株立ちが450万、こちらの一本木も450万。ようやく昔の半値になったかなというところですが、もみじとしては第一級の内容と価格と言えます。ただし現状で起きているものにはもう一つあります。もみじの特殊な種類として、春赤い新芽を出す青源、紅千鳥、出生女、
もしそのような種類で現在この品物があるとすると、奪い合いの状態が起きて、両方とも1000万以上は確実にするという市場が昨年の春から起きています。プロたちがみんなでこぞってその春赤くなるもみじを探しますが、またこれも突然に値上がりしたものはいつどうなるか分かりません。なぜかといえば、わずか数人の大変な資産家が1億2億の単位でのコレクションを進めているからです。プロはそこに買ってもらうためにさらに高くと流通を広げていますが、もしそのわずか2、3人の方が購買を止めた時にどんなことが起きるでしょうか。私は憂いを持っていますが、できれば盆栽はその時その時の一喜一憂での価格ではなく、本来のその木が持つ価値、それに合わせた流通価格が安定していることを望んでやみません。もみじに並ぶ雑木の代表種として楓の盆栽があります。盆栽界でいう楓とは頭楓、つまり三つ葉風に分かれるカエルのような手で小さな葉のものを言います。この楓にもいくつもの価格の差がありまして、この左手にあるものが俗に言う国風展の3点飾りの中で使えるサイズに収まっているものです。こちらの木ですと細やかにできた素晴らしい大樹の層で48万の小売りです。かたやこれよりも2倍太いこの木、中品というサイズになりますが、この大きさでまだ枝が仕上がりが悪いですが、こちらですと28万。小さい方のが高いのってなりますが、盆栽は大きさではありません。雑木盆栽は特に美しさ、枝の細やかさがとても重要な部分になります。こちらの木は今国内の盆栽界でとても人気のあるサイズともなります。楓の盆栽はもちろんもみじと同じように先ほどの単管の木や株立ちの木などがありますが、ここにあるものは楓の特徴でもあります石突きの盆栽です。石の上に根を張り石を噛むようになる、これも楓の特徴的な姿ですが、左の木どれぐらいの時を経ればこのように石を抱くようになるかと思いますが、もうあと間もなくの枝作りで完成の途上に行きます。おそらく国風展などでも高い評価を受けるでしょう。かたやこの中品の木、小さな木で手で持ちやすいこの木ですが、この木ですでに100年を経ているというから驚きます。太らせることなく薄い鉢で根をさばいて柔らかく持ち込む。価値観で言えばもちろん金額的にはこちらのがやや高いですが、大きな差、つまり倍ほどの差は出ないんではないでしょうか。小さくても中身の濃いもの、雑木盆栽の雅趣、雅な趣というものを出すには、やはり持ち込みの古さというものがとても大切になります。もみじの盆栽の中でも特殊な種類として人気の高い獅子頭。この木は獅子頭の中でも枝伸びをせず株状に立つ独特の姿として高い評価のある木です。ただし獅子頭の場合は今から2年ぐらい前よりも若干2割ほど値段が下がっているのが事実です。高騰をしけた獅子頭もその潮が流れ少し下がったのが事実で、現在この名木も300万台の小売価格ですが、2年前ですと400万台といったところで、ただし盆栽としては名木としてこれからも高い評価を得るべき木であることに変わりません。もう一つの獅子頭、先ほどのようなまだ細やかな枝はありませんが、圧巻の太幹、ここから3年5年とハサミ作りと針金で作ればどれほどの大樹の名木になるか分かりません。ただしこれは
枝継ぎという技法で山もみじに獅子頭を継いだものです。やはり本物との違いというのが価格に表れています。向こうの300万台の木の半値にも届かぬ値段になっています。お求めになる時に獅子頭などの場合、もちろん種類物の盆栽、これは小白類も含めてですが、枝継ぎなのか本性と言われる本物の木なのか、どちらも盆栽としては良いのですが、価値観としての確認は必要かと思います。もう一つの種類をご紹介しましょう。ブナ、白い肌を持つ藤ブナの一本木です。さて皆さん、この大樹のブナがいくらだと思いですか？この内久邸の庭で販売しているのが18万円です。樹齢は優に70年を超えています。もみじや楓からすれば、なんでそんなに安いのだろうと思われますが、ブナはここ5年で価格が凋落しました。本来一番高い時はこの大きさで100万200万だったものがわずか10万台。逆の意味を捉えてください。盆栽の楽しさは変わりません。よし、今この安い時にブナを自分で作ってみよう、そんな考えでもいいんじゃないでしょうか。私はかえってこういう安価な流れの時にブナの良い素材をもう一度作り直すことも愛好家の皆さんにはお勧めしたいです。もみじの新しい種類を一つご紹介します。寄せ植えで作られたこの木、中型サイズですが、枝は細かく、葉は普段のもみじの半分の大きさ。八つ房系のもみじですと、なかなかこのようにしなやかな木になりません。これは八つ房系ではなく、自然種として発見されたもので、栃木県那須地方に盆栽園を営む印南御用園さんが発見したたった一つの木から生まれ出たものです。名を雪姫。大変美しく、作りやすく、これでわずか20数年でここまでに届きます。ここから一枚の座となる粘りで国風展などに登場するのにあと10年ほどで可能になるのではないでしょうか。次の時代のもみじの盆栽を占う種としてご紹介するこの木は、現在一番古いと言われるこの木で32万円。ある意味ではお買い得なものかもしれません。それではご紹介した雪姫、それに対してのもう一つのもみじの姿をご紹介しましょう。これは愛好家が長く持った有名な木ですが、その昔文人盆栽や細身の盆栽の天才と言われた相田市松先生がお持ちだったもみじです。すでに展示会に飾られて60年の時を経ています。ほとんど木は太っていません。もみじの盆栽は太らせるものではない。梢の柔らかさを楽しむものだと先生は残しています。この雪姫の将来性のある木がこのようなたおやかな枝になるのにどれだけの時間がかかるでしょうか。もちろんお客様のもので価値は難しいですが、100万といえば100万、さらにその上の精神的な価値観を持つともいえる絶品のもみじです。最終形のもみじとしてこれからをお勧めするもみじとの比較をご覧に入れたいと思いました。今日はもみじや楓を中心とする雑木盆栽の今の市場の流動性をお伝えしました。一喜一憂なされることなく、本来は趣味の方々はご自身が求めた木を大切に作ってもらう、それを第一にしてもらえればと思います。盆栽は各種いろいろな種類が楽しみとしてあります。最後にご紹介するこの2点、左がコナラ、どんぐりの木ですね。右がサルナシ。
猫が大好きというマタタビの種類です。盆栽としての完成度も高く、両方ともこの種類としては稀に見る一品と言えます。ところが我々プロも愛好家の熱心な方々もどうしてもその時勢の流れでもみじ、カエデ、そのように雑木盆栽の中でも代表的な人気種に趣味が集まってしまいます。数多くの雑木盆栽が先輩たちが残してくれたものにあります。失われることなく次の時代に多くの種類が皆さんにご紹介できることを期待したいです。コナラは数年前に国風盆栽展にまで飾られました。こちらの猿なしも今まで未公開でしたが、ここからわずか数年の作出で国風展の舞台に飾るにふさわしい希少樹種となるでしょう。雑木盆栽は日本の自然の各地にあります。いろいろなものを作り育み、次の時代に残す、そんな楽しみも盆栽の趣味としていかがでしょうか。わびチャンネルはもちろん作家の作品も含め、水石、掛け軸、飾り、いろいろなものを皆さんにご紹介します。このようにちょっと見方を変えればそうだなとお気づきいただけることも数多くご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をなさってアーカイブともどもお楽しみいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。